乾杯。こっちは白。もうその時間が人生の中で結構一番好きなのかもしれない。乾杯。幸せ。酒の神が静まる地。奈良県ってそんな至豪な感じなの？私がプロデュースしている CBD オイルなんですけど、数滴垂らしまして。待って、めっちゃ美味しいんだけど、これリピートしよう。こっちは甘酒を作ろうとして作った甘酒って感じで、こっちは日本酒を作る時についでにできた甘酒って感じがするね。店主の皆さん、ごきげんよう。ネオ女神のマリアです。西日がすごくてめっちゃ顔が反射しちゃってるかもしれないんですけど、購入品を紹介したいと思います。ほぼ酒。このすごい可愛いグラス、スペインで買ったんですけど、バルセロナに行った時にこれ全然使う機会がなくて、あんまり私お酒飲まないので。でも最近ハマってるこのグリューワインっていうのが、ドイツのクリスマスに飲まれているホットワイン、サングリアみたいな感じなのかな。なんかいろいろ入ってる。シナモン、クローブ、アニス、オレンジ、レモン、ブルーベリーなどのフルーツの香りを加え、すっごい美味しいワインがあるんですけど、一人でねスイスに旅行に行った時に売ってました。クリスマスマーケットでよく販売されていて、私も飲んでみたんだけどめっちゃ美味しくて、それでハマったので、たまたま見つけて買っちゃいました。最後の一杯ですね。本当は温めるんですけど、ちょっと今暑いのでもうこのまま飲んじゃおうと思って。乾杯。私お酒ダメなんですけど、これは本当に美味しいの。あんまり強いワインって感じじゃない。ワイン風味の、ワインなんだけど、マジ飲んでほしい。冷たくても美味しい。アルコールの飲んだ後に来るムワっとした薬品っぽさがめちゃめちゃ苦手で、だからそういうのが強いお酒は基本飲めないんですけど、それがない。マイルド。めっちゃね、後味もアルコール感なくて美味しい。これみんな買ってみてほしい。カルディの購入品をみんなにお見せしたいと思います。じゃーん。はいリピートです。さっきと同じラプンツェルグリューワインの赤、リピート買いしました。めっちゃ美味しかったので、私がまさかこの量の一応アルコールを飲み切るとは思わなかったから、自分でもちょっとびっくりなんですけど、なんかそんなにめっちゃ酔っ払うわけでもないし、ほんと美味しく飲める。なんか私としてはコーヒーとか紅茶を飲む時と同じような感じで楽しめるので、飲んでる感がなくて、赤買ってみました同じもので、同じラプンツェルグリューワインなんですけど、こっちは白。まだこれ飲んだことないから楽しみ。またお酒です。リンゴ果汁入り甘みリンゴ酒2023だって。初めて買ってみました。こんなカップに入ってる可愛いリンゴのお酒。なんかそんなお酒が好きじゃないんですよ私。だから黒霧島みたいな、もう芋焼酎とかマジ飲めない。なんだっけ、ウォッカとかウイスキーとかもちょっと無理。私好きなお酒が日本酒とマッコリと梅酒、梅酒じゃない、梅干しサワー、梅干しがそのまま入ってるやつ丸ごとと、あと新ルチューとあんずのお酒ですね、と金木犀の桂花鎮酒かな。Hello? フランボワーズ入りのビールです。スペイン産ビールにラズベリーの果汁をブレンドしました。可愛くない？お酒とか結構パケ買いしちゃうの多いかもしれないな。なんか私こういうものを飲んでる時間が好きなの。だからカフェ巡りとか、あとお家でパソコンで作業しながら紅茶とかね、カフェラテとか飲むのが本当もうその時間が人生の中で結構一番好きなのかもしれない。結構世界とか旅行しててもカフェ見つけたらすぐ入ってテイクアウトでなんか買っちゃう。このボトルなんていうの、ラテカップみたいなの持ってる時がすっごいなんか幸せを感じるんだよね。だいたい私が頼むのはカフェラテの無糖ですね。あんまり甘いラテが好きじゃない。だからね、スタバも結構フラペチーノとかあんまり頼まないんだけど、なんか前すごい私のファンの子たちがめっちゃインスタでスタバのギフト券をなんかめっちゃみんな送ってくれて、すっごい嬉しかったの。その時はフラペチーノとか
買わせてもらいました。みんなからのギフト券でめっちゃ嬉しかった。本当にありがとう。 Hello? じゃーん、南高梅梅アソート梅干しのお菓子開いてます。すいません、待ちきれなくて食べちゃった。私この中で好きなのは蜂蜜とカツオ。しそも美味しいんだけど、なんかお菓子として食べるんだったらこれかな。カツオと蜂蜜。梅干しって本当に美味しいよね。いただきます。酸っぱいもの大好き。これ蜂蜜はそんなに酸っぱすぎないね。甘い。甘酸っぱい。ちょっと酸っぱい。めっちゃ美味しい。酸っぱい。幸せ。ってことでちょっとカルディは以上なんですけど、もう一個あって重いんです。こっちはじゃーん、甘酒。なんだっけな、神楽坂にある甘酒専門店のなんだっけ名前がちょっと忘れちゃったんだけど、そこの甘酒をオンラインストアで注文しまして、前一回轟ちゃんとミヤと宮めこと行ったことがあって、その時すごい、違う、轟ちゃんと行ったんだ。宮めこはね後から合流したんですけど、めっちゃ種類があって、そうすごい私買ったんだけど美味しかったので、今冬になってきて甘酒が美味しい時期なので4つ頼んでみました。これがなんて読むんだ、美濃和か三つ和か三和ですねの甘酒。酒の神が静まる地奈良で創業より364年続く今西酒造が作った麹甘酒です。奈良県ってそんな酒豪な感じなの？何気にお気に入りポイントがね、ここラベルのここがキラキラしてるんです。私の好きなこのさオーロラカラーっていうのかな。私そんなに健康オタクではないんだけど、なんか甘酒ってあれだよね、ブドウ糖とか米麹とかでなんか免疫機能が高まったり、肌に良かったりとか体が温まったりとかいろいろあるらしくて、こっちが神楽坂甘酒。あれ多分お店のオリジナルのやつかな。なんかすごいこれが人気らしいので買ってみました。こっちは 500ml。 これが一番大きいな。これ 720ml。 そしてこの2個がシリーズなんですけど、同じシリーズのちょっと面白いなと思って買ってみたんですけど、なんか倒しそうで怖い。抹茶とあまおうの甘酒になってます。虹色甘酒っていうところのやめ抹茶と博多あまおう、これをなんかいちごの味の甘酒っていうことでめっちゃ気になってました。絶対美味しいよね。でこっちがやめ抹茶なので、福岡県八女市の有名ですよね、抹茶が。私のお友達八女出身なんだけど、八女の抹茶のお菓子をお土産でもらったことがあって、すっごい美味しかったの。なのでやめ抹茶ってもう見るとすぐ買っちゃうんですけど、スーパーとかで時々やめ抹茶、やめ緑茶みたいなの売ってるんだけども、すぐ買っちゃう。Hello? じゃあまずちょっと私のおすすめの CBD オイルを入れたこのグリューワインの飲み方をみんなにシェアしたいと思います。この2つ私がプロデュースしている CBD オイルなんですけど、今回はちょっとこっちを使いたいかな。ラブポーションっていう名前の CBD オイルなんだけど、なんかねあれっぽいな、ドクターペッパーっぽさがちょっとある。でスパイシーな感じもあるんですね。こっちがもうちょっとそのフルーティーなリンゴとかフランボワーズ、お花とフルーツ系がこっちなんですけど、こっちがそのね、待ってリンゴどっちだっけこっちラフランスとかローズとかちょっとお庭っぽさ、お花のなんかフレッシュさがちょっとあって、こっちの方がもうちょっとなんか毒々しい、なんかさ杏仁豆腐っぽい後味わかると思うんだけど、ちょっとそれを意識近いように
作ってて、単体で飲むとそんな美味しくはないんだけど、混ぜた時にふわっと香る感じがありまして、これをねちょっと取って、なんか赤にはこっちが合うんだけど、もしかしたら白にはこっちが合うかもしれない。まだ試してないんだけど、ちょっとこれをねこの中に数滴垂らしまして、味がそんな大きく変わるわけではない、入れすぎなければ。これ味付いてるわけじゃないので香りが出るんですけど、スイスに一人で旅してた時にクリスマスマーケットに行って、でこのグリューワイン買ったって言ったじゃないですか。でなんかそこにアマレットを追加するっていうオプションがあって、メニューになんか全部ドイツ語だったから翻訳して読んだんですけど、そしたら杏仁豆腐風味のグリューワインになってめっちゃ美味しかったの。それがなんかずっと忘れられなくて、でグリューワインに今ハマってる私とちょうど杏仁豆腐っぽい風味の CBD オイルがありまして、混ぜたら起きた革命が。でも味が変わるわけではないから、飲み物の邪魔はしないと思います。私ずっと冬が嫌いだったの。一番嫌いな季節だったの。寒いのが苦手で。でも冬のヨーロッパに旅してからもう大好きになっちゃって、だってさ、冬ってあったかい飲み物が美味しいんですよ。幸せなことだよね。やっぱ四季を楽しむってね本当に大事。ちょっとこれでじゃあ味見してみたいと思います。いただきます。待って、めっちゃ美味しいんだけど、これリピートしよう。飲んでみてほしい。なんかね、一口飲んだ瞬間にちょっと風が吹いたね自分の中でごくごく飲めそうな美味しさがある。なんかさ、甘酒って気持ち悪くなるやつあんの。私入っていかないっていうか、体になんか馴染んでいかない抵抗を示す甘酒もあるんだけど、これめっちゃ馴染んでく、なんか一気飲みとかできそうな天然の甘さっていう感じ。人工的じゃないんだけど、でも喉が痛くなるような蜂蜜みたいな甘さがあるね。ドロドロしてなすぎて、ドロドロしすぎてなくて、美味しい。やばい、これ気に入っちゃった。じゃあちょっとこっちも飲んでみたいと思います。三和の甘酒、美濃和の待って三輪の甘酒って書いてありました。ここに。こっちはなんかもっと米っぽい匂いするね。甘さ、なんかこっちは甘い香りもしたんだけど、なんかこっちあれみたい、初詣で配られる甘酒の匂いする。神社で飲めそうな感じの。ドロドロですね。しかもなんかもっと細かい、なんか粒子感がない。こっち面白。こっちはちょっとこの粒感が残っててお米を感じられるんですけど、見た感じなんかめっちゃ白じゃない？このもう全部砕かれてるような感じで。いただきます。これ神社の甘酒だ。でもさ、書いてあるもんね、酒の神が静まる地って書いてあるから、なんか納得した。君の名はで口神酒っていうのが出てくるじゃないですか。お米を口に含んで、その唾液の酵素で発酵させてお酒にするっていう、神に捧げる儀式として行われていたあれですね。なんかああいう儀式っぽさがちょっとある甘酒だ。こっちはもっとカジュアルなとしたら、こっちはなんか神聖な甘酒っぽい。懐かしい。なんか私たち日本人が馴染みのある味って感じがする。甘すぎなくて、なんか喉が焼けるようなカーッとくるような甘さはこっちだったんだけど、こっちはもっとなんかお米の甘みかな、ブドウ糖の甘み、お米の甘みって感じ。こっちは甘酒を作ろうとして作った甘酒って感じで、こっちは日本酒を作る時についでにできた甘酒って感じがするのね。神の血が酒の神が大事に飲みたい一杯とごくごく飲みたい一杯って感じで。でもどっちも好きだな。なんかシーンに分けて選びたい感じ。Hello?
おーすごい。なんかいちごヨーグルトみたいな香りとコーン茶の匂いがちょっとする。コーンの匂い。なんかいちごの粒も入っててドロドロしてる。こっちは粒感が結構。抹茶の甘酒ってどんな味がするんだろう。でもどっちもね日本の伝統的なものですし合わないわけがないよね。おう、色かわいい。青汁みたいな色といちごヨーグルトの色ですね。いただきます。なんか理解するのに時間がかかる。ヨーグルトって感じだね。最初の一口よりも後味にかけてだんだん納得していく感じがしますね。美味しくないわけじゃないんだけど甘酒ではないかも。多分私の予想、酸味と米が合わないのかな。酢飯、そうそう、酢飯っぽい。ちょっと合わなくはないんだけど、お寿司を感じた。ちょっとこっちの方が美味しいけど、なんだろう、米とイチゴが合わないのかな。けど嫌いではない。はい、微妙なコメントになっちゃったけど、では多分抹茶の方が美味しいと思う。私酸味がないじゃないですか。抹茶の方が美味しい。あれだ、酸味だね、原因は。抹茶はやめ抹茶特有の、なんかやめ抹茶飲んだことある人いますか？あのさ、独特の味わいわかります？これなんて表現したらいいんだろう。京都の抹茶とちょっと違う深みがあるんだよね。苦味がちょっと強くて 2% 玄米っぽさ、ほろ苦さやっぱり口に広がるんだけど、あのやめ抹茶独特の苦味と、なんかお茶だね、やっぱお茶感がすごいあると、甘酒感も失われてなくて、なんかこれ結構好きかもしれない。すごいなんかいい感じに融合してる抹茶と、なんかホットにして飲みたいな。でも美味しい。幸せ。なんかすごい満足感があります。Hello? それでは今日の最後の一言メッセージ。フォーカス。目の前のことに集中すること。今日集中力を問われています。何か気が散ることがあるかもしれない。もしくは外側から何かその機嫌とか心を揺さぶられるような出来事があるかもしれない。あったとしてもそれに振り回されない自分を確立していきましょうねって。例えば突然なんか人からネガティブなこと言われたりしても、もうこれでいちいち心が満たされるんじゃなくて、なんかこう受け流す能力っていうのかな。自分のやるべきこととかやりたいことに集中していれば、こっち側の外野の言葉っていうのは自分に届かない、刺さらなくなるはずだから。例えばじゃあ表に出て活動している人は誹謗中傷とかなんかそうアンチコメントとか見た時に、それはそれとしてなんか受け取らなくていいっていうことも感じます。発した言葉はあなたが受け取らなければ発した人の元に帰るんだよっていう有名な、なんかありますよね、そういう言葉が。言葉っていうのはプレゼントと一緒で、受け取らなければそれは持ち主の元に帰るんですって。だから誰だっけこれ、ブッダだっけ、誰かの名言であるんだけど、なのでその受け取らなければいいんです。嫌なこと言われても。そうすればその言葉を発した本人の元に戻り、その発した言葉の波動を張本人が食らうことになるのね。だからあなたがその人を罰する必要もないし、宇宙ってジャッジしないから、実際何かやらかした時にその人を裁くのって自分自身なんですよね。自分の宇宙でそれが跳ね返ってくるわけだから。だから私たち仕返ししたりとか復讐やり返す必要って本当はなくて、必ずその人がその応報因果を払うことになるから。なのでその気にせずに自分のことに集中して、あなたはあなたのグッドカルマを作っていきましょう。バッドカルマにもう関わらない、そこにコネクション作らないフォーカスです。例えば気圧とか体調とかの影響もあって何か物事に集中できないよってなった時は、植物とかなんかハーブの力を借りるのもいいですね。本当まさに私が今言ったこういう CBD だったりとか、あとはなんかハーブティーとかでもいいと思うし、自分がリラックスできるこのゼロポイントに戻れる
何かっていうのがあるとフォーカスしやすくなるんじゃないかな。私は紅茶とかコーヒーとかこの CBD だったりちょっとしたお酒、微量のお酒ね、強すぎないのが好きなんですけど、人によってはそれがなんだろうね、コーラとかかもしれないし、オレンジジュースとか、それとももっと強いお酒が好きっていう人もいるかもしれない。なんかそういうものの力を借りてマインドセットしていくっていうのもいいんじゃないかなと思った。別に何もその自分の中だけで全部この完結させなきゃいけないわけじゃなくて、いろんなものの力を借りられるはずだから、私たちは月光浴とか日光浴とか人に会うとか、そういうのを取り入れながらでもいいと思うので、気持ちをゼロに戻して今の自分に集中していく。そして今あるものに感謝していく。ここしかない。私は今もうカメラのことしか見てない。目の前にこれしかない。これが私の今なんです。この今を受け取ってくれるのが天使の皆さん。もう究極の今を生きていきましょうということでフォーカスでした。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。またね。